迫り、天地が極めて少ないため、人々は生活を海に求めたのでございます。まもなく南山乗り場に井筒川行き。あ、どうぞ。ほいで池袋のお客さんとこう行って駅へ戻ってきて財布がないのに気がついたんですよ。なきゃいかんと思って池袋の警察届けたんですよ。そしたら警察の方としてもわしんとこは受付したからいいけれどいっぺん現地の方へも届けてくれと。あと魚類はあれですよ、釣り堀とかってそういうところはあるけど。71157でございます。現在地1階フロントでございます。夕食の時間は6時スタート、6時になりましたらダイニングお越しください。
いらっしゃいませ。はい、お待ちしておりました。どうぞ。はい、こちらとなります。で、こちらの方、サワラのホイル焼き、サザエのつぼ焼き、こちらの方も焼かさせていただきます。黒アワビとなりますね。できましたね。では変わりましたよね。緑に。サワラとかもそのまま放置していただいて、わかめは。両味はついてますんで、そのままで。今から火をお入れしますんで、2、3分ぐらいしましたら軽く温まります。そうしましたらお好みでマーガリン伸ばしていただいて、お肉を野菜焼かれてください。で、わさびをちょっとつけていただいても美味しいですので、はい。
こちらがタレですね。お焦げも美味しいですので。食味となります。こちら手作りプリンとなります。
うしてほら来たこれやられるんでここ来てください皆さんすいませんね持ってくれちゃうこうしててこれいやそばにおってもろたら来ませんでちょっとこっち折ってくださいどうぞどうぞすいませんね今天然のもんなんですよ自然のもんなんでね粗相することがありますんでまずないとは言いますけど粗相することもありますんでその時は宝くじ買ってください当たりますんで。ただ一つ向こうへ持ってきますから一つこっちどうぞ。食べてくれんかった。真珠を作れる貝とそうではない貝の違いっていうのは貝の内側に光沢があるかないかの違いです。その光沢の成分がこの体が分泌したものなんですね。でどこが分泌しているかっていうとここの外頭膜っていうホタテでいうと貝紐の部分ここの部分が貝殻をどんどん成長させていきます。その作用を利用して真珠を作るんですね。でこれ外頭膜の部分を
ハサミで切除してでこの透明な上の部分だけを取ってこれを 2,3 ミリ角に細かく切っていきます。ただこれだけでは真珠は丸く育たない。ここはあくまで光沢を作る働きを持っている部分なのでこれとプラスして核というものを入れておきます。原材料がアメリカのミシシッピ川で取れる淡水の二枚貝。これすごく分厚い貝でしてこれをカットしてカットしてカットでさらに丸くして艶を出したものが核です。お腹の部分にメスでまずは入り口を作っていきます。でこれ入り口ができたら次はですね先ほど切ったピースこれを埋め込んでいきます。でこのピースが入ったら次は核ですね。核をさっき入れたピースにしっかり密着するように入れていきます。でこの貝の大きさによってはこれが2個から3個ぐらい入ります。ピースがまだ生きてますので細胞分裂を繰り返して核を袋状に包み込みます。でこの袋の内側から核に向かってですね真珠質って言われるこの貝殻の内側のこの光沢の成分をどんどん分泌していくんですね。それが何層も何層も重なって真珠ができていきます。で真珠の大きさというのはその核の大きさによっても変わりますので大きい核を入れたら大きい真珠で出てくるし小さい核を入れたら小さい真珠で出てくる。貝を、養殖してます。最初こういう稚貝からここまで大きくして生後3年目になりましたら手術ができる貝になると。でこの作業昔はできなかったんですよね。こういう技術がなかったんでそれを支えてくれてたのが海女さんなんです。天然のアコヤ貝を取ってきてそれに手術をするでまた戻すとかですねそういうことを行ってくれてたのが海女さんで海女さんがいなければ真珠の養殖っていうのは今頃できてなかったんですね。皆様が春の島々をご覧になってもお分かりのように山の裾はすぐ海底に迫り天地が極めて少ないため人々は生活を海に求めたのでございます。さらに気候が温暖であるため海を生活の場とする海女という仕事が盛んになっていったのでございます。そして潜る時間も1分前後となるのでございます。口笛にお気づきでしょうか。この口笛は磯笛と呼ばれております。海底深く潜り海面に浮かび上がった瞬間見え隠れする海女たちの姿を眺めておりますとアワビサザエなど海の幸を求めて働いております。真珠の歴の仕組みとその流通